皆さんこんにちは、あおいです。はーい。今日は前からね、たくさん質問いただいていたヘアケアについて紹介していきたいと思います。はい、ということで、普段から髪の毛について質問をたくさんいただくので、今日は私がね、普段愛用しているヘアケアアイテムたちを紹介していきます。ということで、じゃじゃじゃーん、こんな感じで用意しました。で、今日は見てこれ、本当に髪の毛をブラシで溶いて寝癖も直さずに来てるので、最後に、朝どうやってヘアセットをしているかの紹介もしたいと思います。アイテム紹介と両方したいと思うので、よかったら最後まで見てみてください。じゃあまずはこのアイテムたちをね紹介していきたいと思います。で、本当にシャンプーとかトリートメントとかもうスキンケアと同様たくさんいろいろ試しました。で、私が今すごく気に入っているアイテムがこのケラスターゼです。ケラスターゼは、お取り扱いがあるところが少ないと思うので、美容院とかで買うとかの方が買いやすいとは思うんですけど、私はね、最初、神戸の美容院で、ピンク色の、カラーごとになんかこう悩みがあって違うんですけど、私はピンクが相性が良かったので、それをずっと使っていたんですけど、それ使い終わって、次、これ、ケラスターゼの新作発表会に呼んでいただいて、これ、パープルの、このセットをね、いただいたんですけど、これが新しいやつでなんかムラシャンってあるじゃないですか。それのケラスターゼから出たハイトーンとかもこうキープするだったりとか、そういう感じの種類なんですけど、私のね、インスタとか、YouTube を前から見てくださる方はお気づきの方も多いと思うんですけど、髪を染める頻度がすごく高いです。月に1回から2回染めることが多くって、髪質が本当に抜けやすいのと、髪がすっごく伸びるのが早いので、プリンになりやすいので、撮影の前とかにやっぱ染めることが多いので、なんかできるだけこう染める回数を減らせるように普段のヘアケアもカラーを落とさないようなアイテムを使っています。こっちのシャンプーがケラスターゼ BL バンルミエールってやつですね。で、こっちのトリートメントが、ケラスターゼ BL ソワンシカフラッシュっていうやつです。もうこれ使いすぎちゃってへこんじゃってるんですけど、これをいつも使っています。で、トリートメントもなんかね、紫色なんですよ。薄く。ちょっと今手に出そうかと思ったけど、ちょっとごめん、出せへん。なんで、そういうカラーを落ちるのを抑えてくれる感じで、もう一つなんかクリームみたいに入っている紫色のカラートリートメントみたいなのがあるんですけど、ハイトーンの方とかはそれを週に 2,3 回するといいって言ってたんですけど、私は普通にこうブリーチとかをしていないで染めているので、この2つでケアしています。シャンプーとかトリートメントもやっぱりスキンケアと同じで髪質によって相性が全然違うので、やっぱり自分の髪の毛に合うものをいろいろ試す方がいいと思います。で、私はいろいろ試した結果、今ケラスターゼが落ち着いているっていう感じですね。で、美容院でしか買えないそのサロン専用のやつもいろいろ試したし、それはそれでいいんですけど、やっぱりなんかこう他を試してみるとそのやつが良かったらそれに切り替えるっていう感じで、今ヘアケアも模索中って感じなんですけど、今ケラスターゼがすごくお気に入りです。この日々使うアイテムもそうだし、ドライヤーだったりとかコテだったりとか、やっぱり仕事上を使うことが多いので、できるだけ髪の毛に負担を与えないように、ちょっとお値段をしても髪の毛とかって結構取り戻せなかったりとか、もう切るしかなかったりとかするので、できるだけツヤツヤに見えたいしっていうので、その辺はケアしています。で、今ちょっと見えているこの紫のシリーズ、こちらが、ケラスターゼ BL セラムシカプラズムっていうやつなんですけど、洗い流さないトリートメントですね。これをドライヤーをする前に濡れた髪に、しっかり浸透させてからドライヤーをしています。で、その後に私はヘアオイルをつけています。で、オイルはこれがお気に入りです。ケラスターゼの、HU ユイルスブリムティーインペリアル。もうカタカナちょっと難しいわ。はい。これ、もう見てわかる通り、もうあとこんだけしかないんですけど、すっごくお気に入りで、これをつけるともうトゥルントゥルンの髪の毛になります。なので、冬で乾燥しているなって感じた時は、これをまずしっかり濡れている髪に、塗って保護してから、ドライヤーをして、これをさらにつけて寝るっていう感じですね。もうこれはお決まりセットです。毎日のお決まりって感じですね。
ヘアアイテムもできるだけライン使いをしたいなと思っているので、こうトリートメントとかも揃えるようにしています。で、最近は濡れ髪というか、なんかそのオイルっぽい感じでした髪の毛よりも自然なツヤな髪の毛の方が、好みというか今自分の好きな感じなので、ここ数ヶ月はそういう N ドットみたいなヘアスタイリング剤のオイルを使うわけではなくって、こういうヘアケアのトリートメントを髪に朝スタイリングする時に塗って終わりっていう感じです。で、朝はモロッカンの場合とケラスターゼの場合とって分けてますね。結構モロッカンも自然なツヤが出てくれるので大好きで、もうあとこれも半分ぐらいしかないんですけど、香りのね相性もすごくいいので、こう今日はあんまり香水をしっかりつけれないぞだったりとか、つけたくないなっていう時とかはもう髪が長いので髪から香る香りだけで十分だなっていう時とかはすごくモロッカンはおすすめです。で、これはモロッカンオイルの、ライトの方を使ってます。髪の毛がちょっと傷んでいる方の、トリートメントですね。これを寝る前に塗る場合もありますし、でもこれは朝の方が多いかな。比較的香りがすごいのでっていう感じですね。で、あとは月に1回とか、その染めに行くたんびにトリートメントを美容院でしてもらうっていう感じですが、日々のケアですね。で、この見えてるピンクのアベダちゃんはこれです。じゃーん。これはニュートリプレッシュリーブインコンディショナーで、ヘアトリートメントのスプレータイプです。これは、スプレータイプなので、この乾燥しているなっていうところにこうやって感じでスプレーをしてから、ブラッシングをして乾かしてあげたりとかするんですけど、この種類は、シャンプーとコンディショナーも、持ってるんですけど、このねケラスターゼが使い終わってから試そうかなと思ってスプレータイプだけ先に使っています。これ本当にいい香りだし、なんかナチュラルな感じなので、こう本当に私ここにね前も言ったんですけど、ナチュラルレイヤーって言って切ってないけど切れた毛、もうこんなにもうボブにしないと元に戻らない感じで今この毛を必死にこうケアしているんですけど、多分こうなんて言うんだろう、寝る時にすごいこすってしまって、この辺はブリーチ毛で、去年に前頭ブリーチしたやつが残っちゃってるので、それで切れちゃったんですけど、こういう短い毛とかがあるので、そういうところとかも集中的に乾燥してるんだなと思ってこうなじませてあげて、私ブラシはこれ友達にね誕生日プレゼントでもらったんですけど、アベダのこのブラシすごく気持ちいいし溶きやすいので、こんな感じでブラッシングをしてドライヤーをするっていう感じです。これもサラサラになります。で、これクッション性がすごく強くてこう気持ちいいので、こうやってやってもいいらしいなんか頭皮に刺激を与える感じで、髪が絡まっている時とかはもうこういう感じで持ってからブラシをしてスッと溶かしてあげてます。で、つむじがあるので、同じ分け目になりやすかったりとか、前髪を作らないからこうちょっとね、ここから同じ毎回分け目だとハゲちゃうとか言うじゃないですか。なので私はお家とかだったら本当にもう91とかにしたりとか、もう全然違う風な分け目にしたりとかして気をつけたりはしています。最近はストレートなことが多いし、巻いても、何もスタイリング剤をつけないか、こういうヘアオイルをつけて、なんかがっつり巻いてる感を出さないようにトゥルッとした髪の毛を生かすスタイリングをしているんですけど、ヘアアレンジをする時だったりとか、今日はちょっとしっかりめに巻いている方がいいな、でもちょっとツヤは出したいなっていう時はこれ前からね使ってるんですけど、私のいつも行っている美容院で買ってるやつなんですけど、これケラセレブクリスタルジェルっていうんですけど、クリジェルって呼んでるんですけど、これを使うと、まとまりもあるしツヤもすごい出てくれるので、私がいつもやってくれてるりょうさんとかはこれにこういうケラスターゼみたいなこういうヘアオイルをミックスして使ったりとかしてるので、そういうのでその日のスタイリングに合わせて使い分けています。で、私はヘアセットはこのダイソンのやつを使っていて、1年も経ってないけど、それぐらい前にいただいてからずっと使ってるんですけど、すごく楽なのね。普通のドライヤーよりも風力が強いし、あとね、これでやった後にめちゃくちゃサラサラになるからこうもう手放せなくって、これずっと使ってます。で、こうやって風でくるくるって巻いてくれるコテバージョンもついてるんですけど、私は最近やっぱストレートなことが多いので、ブローで髪にツヤを出して終わりっていう朝のスタイリングが多いので、これ
でヘアセットしています。夜寝るときはまずこっちでってある程度乾かします。で風力が強いので結構私の髪は細いので絡まることが多いので、その後にこのヘッドをチェンジしてこうやって溶かしてあげて、最後こう内巻きになるようにこういう感じでまずは溶かします。そうすると本当に髪にツヤが出てくる感じが自分でもわかるので、それをしてから寝るっていうようにしています。で前まではねポニーテールにして髪の毛をこすらないようにこう帽子みたいな、赤ちゃんの帽子みたいなやつはもうって気づいたら外しちゃってたのでポニーテールとかしてたんですけど、もうそれも朝のヘアセットがめんどくさいので最近はしておりません。私はお風呂に上がってからタオルドライして絶対に、乾かします。髪は本当に乾かさないとダメになっちゃうので、どんなに眠たくてもどんなに疲れていてもお風呂に入って髪は必ず、やります。スキンケアと同じなので、髪結構めんどくさいから乾かさないって女の子でも多いと思うんですよ。やっぱりロングになればなるほど乾かす時間もかかるし、もう自然乾燥って方も多いんですけど、自然乾燥で乾くのとやっぱりこうドライヤーとかを使ってちゃんと乾かしてあげるのじゃもう全然髪の毛の感じが違うので、もうそこは髪の毛を長くこう保ちたいのであれば必ず絶対にやるのがいいと思います。で朝はもうこれもう今入ってるやつが違うからね適当なんだけど、これ水入ってるんだけど、こんな感じで寝癖直し用に水で濡らします。で私は朝によって全然寝癖が違くて、寝癖のなんて言ったらいいんやろ、こうなってる場合もあるし、こうなってる場合もあるし、こっちだけへーってなってることがあったりとかで、この辺にはつかなくて毛先につくので毛先だけこういう感じで濡らします。で今日やべえもうめっちゃ傷んでるぞっていう時とかはこれをミックスしたりとか、これで濡らしちゃってから、トリートメントをします。で寝癖直しのスプレーとかでもいいと思うんですけど、私はこの後にこういう、香りがしっかりついているヘアオイルとかを使うのでお水でやります。で風量もマックスで、あったかいやつマックスで、私はいつもちょっと音がうるさくなります。もうブラシでこうやりながらこうブローも一気にできちゃうのがこれのいいところなので、もうこうやって溶かしてます本当にこうやって何回もこう溶かしてあげることで髪にどんどんツヤが出てくるので、それで本当ヘアオイルだけなのでちょっとやっちゃいますね。こんな感じで今ブラシでこうやって溶いただけでわかるかな、これツヤツヤ感が出るので、もうこれだけです、いつもスタイリングは。でこれは多分使い方としてはこう巻いたりとかしたりとか、あとはこうブローしたりとかがメインなんですけど、私はこのもうツヤツヤになるのが好きなので、しかも時短でやりたいし髪にもやっぱり負担が少ない方がいいからっていうので、もう朝も夜もこんな感じでいつもダイソンでやってます。でこの後に私は髪のツヤをさらに出すこともそうだし、髪の保護っていうことも考えてオイルを塗ってます。今日はどっち塗ろうかな、本当に気分です。ケラスターレとモロッカンはどっちも同じぐらいいいので迷うな。いいか、モロッカン使います。モロッカンをだいたいこれぐらい500円玉ぐらいかなを塗って、塗り方は毛先から塗ります。これを塗った時に最近の髪の調子がわかるというか、すっごい浸透が早いとやっぱ乾燥しているっていうことなので、さらにヘアケアがいるなって感じられるし、ツヤツヤ残ってるってことは髪の調子トリートメントしたてとかだと調子いいなって感じで、量は調節します。でもN ドットとかみたいにそういうオイル感が強いわけじゃないので、最初しっかりめについていてもだんだん馴染んでくるので、自然としたツヤにね変わってくるので、私は今こっちの気分ですね。だから最近全然そういうスタイリングセットみたいなのはしてないです。これでいつもの私が完成っていう感じ。髪の毛めっちゃ伸びたよねっていう感じで髪のセットは終わりです。こんな感じでヘアケアの紹介は終わりなんですけど、最近本当に髪を綺麗だねって言っていただく機会が
増えてとっても嬉しい。やっぱ髪の毛って大事じゃないですか。しかも自分が大切にしているところだからこそ、すごいそう言っていただけると嬉しいんですけど、多分なんでだろうって考えた時に、前よりも髪が伸びて、その髪のツヤ感とかが目立つようになったっていうのもあるとは思うんですけど、今すごく自分でもケラスターゼの相性がいいなって毎日使ってても思うんですよ。やっぱりこうシャンプーコンディショナーって相性があるので、その時いいなって思っててもだんだん使ってくるとって思うものもあったりとか、いろいろまだ本当にスキンケアみたいに数があんまりないけど、スキンケアと同じように大切なのでいろいろ研究してはいるんですけど、多分ね今このケラスターゼの相性がいいです。プラス朝のスタイリングがスタイリング用のオイルを髪に塗っているわけではなくって、こういうヘアトリートメントとかでスタイリングをするっていう形なので、実質朝と夜でしっかりこういうヘアオイルとかでこうケアしてあげたり保護してあげてるから、髪がさらに生き返っているんじゃないかなって自分では思ってます。ただ本当に猫っ毛で細くってこういう風に切れやすかったりとか、傷みやすい髪質なので、それがねやっぱりこう前に出ちゃうよりかはやっぱトゥルットゥルな綺麗な髪でいたいので、毎日のそういう髪の毛を必ず乾かすだったり、こういうヘアアイテムを使うっていうところには時間をかけてやっています。で、私で一番優先した方がいいと思うのは、シャンプーとトリートメントはいいものを使った方がいいと思います。オイルは、薬局のやつをもうたっぷり惜しまなく使うとかでも、保護はできると思うんですけど、シャンプーとトリートメントをやっぱりいいものじゃないと、いくらヘアオイルをいいものにしてもここでねすごい剥がれちゃったりとか落ちちゃったりとかするのが一番すごい種になる、間違えた、持つもの感じなので、シャンプーとトリートメントをまずはいいものに変えてみると、髪がね、すごいこう美容院にそんなに行けないじゃないですか。だからこう毎日のヘアケアを、気をつけるようにしています。はい、ということでヘアケア紹介はいかがでしたか？メイクみたいに実際にこうやってやってみて説明ということがちょっとシャンプーとかトリートメントはできないので、ちょっと口だけの説明になってしまったので、ちょっとこうこだわりがね多いからこう語りすぎちゃって分かりづらい部分があったらごめんなさい。でもとにかく今使っているアイテムでお気に入りたちを紹介したので、よかったら参考にしてみてください。本当にその最初にも言ったんですけど、スキンケアとかメイクアップと同じで相性っていうものが、ヘアケアにもあるので、自分に合うものを見つけることが一番だと思うんですけど、やっぱそのスキンケアとかに比べてね数も少ないですし、なんかいろいろ髪質によって分かれているので、髪質ってすごく判断も難しいしこう迷っちゃうと思うので、そういうのは美容師さんに相談したりとか、なんかこういうものを見て参考にしていただければいいんじゃないでしょうか。私もヘアケアとか髪の毛については本当にまだまだ研究中なので、またいいものがあったらぜひシェアしたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。ごめんなさい。なんかドライヤーとして使う、間違えた。